和を使うべきか、がを使うべきか。考えれば考えるほど何も言えなくなるんです。しかも、後から、こっちだったってなるんだよね。そうなんです。会話の途中で頭の中がルールだらけになって。でも実は、はとがの選び方って、ルールを覚えることじゃないんです。たった一つの問いを自分に投げかけるだけで、自然に口から出てくるようになります。今日は、その感覚を一緒に掴んでいきましょう。改めまして、ななみです。たくみです。今日もゆっくり話していきましょう。たくみさん、はとがって学校で習いましたよね。もちろん、はは主語、ははトピックみたいな説明を何度も見たよ。でも、実際に話すとき、その説明って役に立ちますか？正直言うと、あまり役に立たないんだよね。そうなんです。なぜかというと、会話は止まってくれないから。テストなら時間があるけど、話している間は考える余裕がない。えーっと、これは主語かな？トピックかな？って考えている間に、もう相手は次の話を始めてたりするんだよね。だから多くの学習者が文法書を何冊読んでも会話では止まってしまう。ルールは頭にある。でも、口からは出てこない。その理由はルールが多すぎることじゃなくて、ルールを使おうとしていること。それ自体が問題なのかもしれないね。まさにそうなんです。じゃあ、どうすればいいんだろう。たった一つの問いがあります。話す前に自分にこれだけ聞くんです。どんな問いですか？これはもう話に出てきた情報？それとも初めて出てくる情報？それだけ？それだけです。もう話に出てきた情報ならは、初めて出てくる情報ならが。へえ、でも、そんなにシンプルで本当に大丈夫？実は和とがの違いの核心はここにあるんです。つまり、ルールじゃなくて、情報の新しさで選ぶってこと？そうです。この一つの視点だけでほとんどの場面をカバーできます。なるほど。ちょっと頭の中が整理されてきた気がする。実際に例を見てみましょお願いします。う。例えば、友達と話しています。昨日、猫を見たよと言いました。うんうん。その後で、その猫について話を続けます。猫は可愛かった。ここでは、はですね。そうです。猫はもう会話に出てきた情報だから。だから、はを使う。もう知ってる情報。すでに話した情報。それをもう一度取り上げるときは、はを使うんです。話の続きを作る感じですね。まさにそのイメージです。和は話の流れをつなぐ役割があります。なるほど。知ってる情報をつなぐ橋みたいな感じかな。いい表現ですね。ぜひ、そのイメージで
覚えてみてください。じゃあ、がはどんな時に使うんですか？がは、その情報が初めて会話に登場するときです。同じ猫の例で見せてもらえますか？もちろんです。例えば、まだ何も話していない状態で、うん。急に外を見て、猫がいるという、あ、ここではがですね。そうです。猫はまだ会話に出てきていないから、初めて登場する情報だから、がを使う。しかもがには、その情報を発見したという感覚もあります。見て、あれが、みたいなエネルギーがある感じかな。まさにそうです。がは、新しい情報を届ける役割。なるほど。はは橋で、がは発見という感じですね。そのイメージ、すごくわかりやすいですね。でも、ななみさん、実際には迷う場面がありますよね。ありますね。特によく混乱するのが3つあります。ぜひ教えてください。1つ目は、好きな食べ物は何ですかと聞かれたとき、ああ、そういう質問、よくありますね。寿司が好きですか寿司は好きですか迷いませんか？迷います。どっちでもいいんですか？実はどちらも使えますが、意味が少しだけ変わります。どう違うんでしょ寿司が好きですは、他に何が好きかはわからないけど、寿司については好きという感じ。う。が寿司にフォーカスするってことですね。そうです。寿司は好きです。だと、他のものはどうかは別として、寿司に関しては好きってこと。まさに、歯は比較の気持ちを少し含んでいることもあります。ああ、なるほど。どちらを使うかでニュアンスが変わるんですね。二つ目は、自己紹介をするときです。私は〇〇です。か、私が〇〇です。か。そうです。普通の自己紹介では、私はななみですを使います。はの方が自然なんですね。でも、例えば、誰かが、ななみさんはどなたですかと探しているとき、私がななみです。になるんですね。そうです。自分が答えとして初めて登場する場面だから。あ、また情報が初登場かどうかという問いに戻りますね。その通りです。この一つの問いがどの場面でも使えるんです。じゃあ、三つ目は？三つ目は、感情や状態を表すときです。例えば、お腹が空いた。ここでは、がですね。そうです。お腹は空いたとはあまり言いません。なんでですか？空いたという感覚は今、この瞬間に初めて体で感じること。ああ、だから、初めて登場する情報として、がを使うんですね。まさにそうです。頭が痛い。目が疲れた。どれもが自然ですよね。体の感覚を伝えるときも、が多いんですね。
そうです。感じた瞬間に初めて出てくる情報だから、なんだか、はとがが全く別の言葉に見えてきました。嬉しいです。この感覚が分かってくると、会話が楽になっていきます。ルールじゃなくて、情報の新しさを感じるだけでいいんですね。そうです。これは知ってる情報かな？新しい情報かな？その一つの問いだけでもう迷わなくて済む。頭でルールを探さなくていい。その分だけ会話に集中できます。なるほど。今までなんであんなに迷ってたんだろうって思います。たくみさん、みんな同じです。ルールで覚えようとしたから。でも、今日の話を聞いて、少し、はとがと仲良くなれた気がします。それが聞けてよかったです。使えば使うほど、この感覚は育っていきます。今日の内容も大切でしたね。はい。でも、実は、日本語を一生懸命勉強しているのに、日本人との会話が続かない人がいます。え、もっと勉強すればいいだけじゃないんですか？はい。実は、多くの場合、続かないのは日本語力じゃないんです。じゃあ、何が原因なんでしょう？気づかないまま会話を終わらせてしまう小さな習慣があります。それは知らないままだと怖いですね。でも、3つのフレーズを覚えるだけで、その習慣が自然に変わっていきます。もっと早く知りたかったですね。次の動画、日本人との距離が少し縮まるかもしれません。次の動画を見逃さないように今すぐ登録してね。